今日はですね、このアカイアというところの、パーラ S っていうコーヒースケールをね買ってみたので、それをね開けてみたいと思います。説明書とかかな、あとステッカー入ってて、これですね、もうスケールしか入ってないですね。はい、ですね、中身はこの3つだけで、スケールと、耐熱コースターですね、これは。あとは、電源コードです。で、耐熱コースターっていうのはおそらくこの上にこうやって置いて、で多分ねこっちが表だと思うんですけど、ロゴがあるんでね。でここに、サーバーですね、コーヒーを入れるポットとかを置くので、ここは熱くなるので、それを防ぐため、熱くならないのを防ぐためのものだと思います。はい、ですね、今ここでちょっとモバイルバッテリーで充電しているので、その間にこのスケールの、簡単な説明と、普段ねどうやってコーヒー入れてるかっていうのをちょっと話したいかなと思います。普段ねコーヒー入れるときはですね、このフェローのケトルを使って、お湯を沸かして、でこちらに、コーヒーを入れて抽出していくんですけども、その時に使うのがですね、このスケールですね。このスケールはその辺に売ってる普通のスケールで、ここの上にこのサーバーを乗っけて重さを0にして、このケトルでこうやってこういう風にですね、コーヒーを入れていきます。でその時に、このスケールの重さを見ながら、例えば 300ml だったら、そのちゃんと 300ml で収まるように入れていきます。そのためのスケールですね。コーヒーの量を測るためのスケールです。で、コーヒーを入れる時っていうのは、コーヒーを入れる量を、しっかりするっていうのと、あとは入れる時間も、見たりします。でそういう時は、例えばさっき言った 300ml でしたら、蒸らしに30秒とか40秒とかして、残りの 300ml とかを3回に分けて、例えば45秒ずつ入れていくとかね、そういう風にやって時間も測っていきます。で時間を測るときどうするかっていうと、時間を測るときはこのフェローのケトルがタイマーがついているので、ここを長押しすると、3秒後にタイマーがスタートしますっていうタイマーをスタートしてくれるので、なのでですね、サーバーを置いて、でお湯が沸いたらここを長押ししてタイマーをスタートさせながら、こうやってコーヒーを入れていくという感じですね。でここの量を見ながら、こちらのタイマーを見ながら、コーヒーを入れていくっていう感じになります。はい、これが普段やってるやり方ですね。それで今回買ったこのアカイアのスケールですね、コーヒースケールは何かっていうと、まずこのスケールの重さを測る機能がまずついていて、かつフェローのケトルについているタイマーも一緒についているっていうもので、両方の機能をまとめることができるっていうのがこの、アカイアのスケールです。でかつこのアカイアのスケールのいいところは、普通のスケールでやる場合っていうのは、ここに置いて、タイマーをここでスタートさせて、自分でタイミングを見て入れなきゃいけないんですけど、アカイアのスケールはここに置くわけなんですが、ここに、お湯を注ぐと自動的に、重りが変わるので、多分おそらくそれがトリガーになってると思うんですけど、お湯を入れると自動的にタイマーがスタートするっていうものですね。なので自分でタイマーをセットする必要がなくなるってことです。はい。ということで、実際にちょっとどういうふうにできるかっていうのをねやってみたいと思います。ちょっと説明書を見ながら少しやってみたいと思います。まず今ここでスイッチオンにしたんですけど、本当にちょっと触れるだけで、ちょっと分かりますかね、ここの数字がもうちょっと触るだけでものすごいリアクションがいい感じで計量することできますね。すごいですねこれ。電源をオンにして、でこれを置いて、で T を押すと重量差し引かれて0になりますね。はい。でこれでいいのかな。
どうやったらスタートするんだろう。なんかうまくねセッティングできないので、ちょっとね読んでみたら、説明書を読んでみたら、その自動的にタイマーがスタートするモードっていうのは初めは設定されてなくて、多分ねアプリから設定する必要があるので、今赤い屋さんのアプリをダウンロードしてみました。でこれで今ね設定してみたいと思います。なんかいろいろ赤い屋さんのアプリってあって、どれかちょっとわからなかったんですけど、おそらくこの緑っぽいアイコンのアプリが多分設定用のアプリだと思いますね。ですね、この右下の設定を押してカスタマイズで接続して、セットアップ開始の手動にしますと。で手動にするとデフォルトが軽量モード、デュアル表示モード、ビューイングモードがあるので、プアオーバーオートスタートモード、これを入れて次でいいのかな。はい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 、これでプアオーバーモードが入ったので、自動的にスタートするモードができたと思います。ようやくね多分これで設定ができたと思うので、スイッチ入れてやってみたいと思います。はい、でここにこれを置くわけですけど、で T を今サーバーの重さが入っちゃってるので T を押すと0に戻ります。でお湯を入れるわけですけど、ちょっと試しにお湯入れて水を入れてみますね。でこうやって入れると、こうやって自動的にスタートするわけですね。でこうやってコーヒー入れて、でグラム数が分かると、すごいこう瞬時に重さを測ってくれてる感じですね。はい、で例えば、今は短縮してますけど、こう待って、蒸らしが終わって次に1投目を入れるとかね、こうやってどんどん上がっていって、例えば100までしましょうと。で100までして、で、50秒まで待ちましょうとかね。でこうやって、自分で時間をね、時間をどうするかっていうのは自分で決めないといけないんですけど、大体その辺はいろんなところに書いてあるので、それを真似して、でこうやって2投目入れて待つと。で3投目入れると。こういう感じですね。はい。で自動的にタイマーがスタートすると。はい。なんかね結構設定が説明書がねこれあるんですけど、説明書がねあんまりこうクイックスタートガイドしかなくて、やり方とかがねあんまり書いてないので、僕も今なんか海外の人のサイトを見て、なんとなく分かりましたけど、アプリもいろいろあるので少しねその辺が難しかったかなっていう感じですね。説明書も書いてないので、多分調べないと多分できないんじゃないかなっていう感じです。はい、っていう感じで、今回このスケールの、紹介をしたんですけども、赤い屋さんの、パール S かなのブラックですね。スケール、コーヒースケールです。はい。もしそのコーヒー入れるのでスケールなんか興味ある人いたらぜひ見てみてください。最後にねちょっとコーヒー入れてみようかな、せっかくなんで。